こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今回は東京デザインテクノロジーセンター専門学校の生徒さんの作品です。4作品一気に添削していきますので楽しみにしていてくださいね。はい、そして今回はですね、実は全部の添削に共通のテーマがあります。ここを意識すると絵の形を変えなくても見栄えがぐんとアップするよという、どの絵にも使えるマル秘テクニックですね。今回の動画を見ていただければ少ない手数で一気に上達が感じられるヒントを掴んでいただけると思いますので必見ですよ。最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。はい、まずは1つ目の作品です。ハムシさんの作品で、コンセプトは雨の日の帰り道、カタツムリを見つける男の子と早く帰りたい友達という作品ですね。はい、いただいている悩みは、普段は女の子を描くことが多いのでどうしても男の子の顔に違和感を感じてしまい悩んでいます。可愛く幼くなりすぎないようにと何度も思い描き直しては調整したのですが、逆にバランスが崩れてしまいました。本当はもう少しかっこよく描きたかったのですが、結局可愛らしくなってしまったように思います。その他に背景と人物が馴染めていないのも気になりますとのことで、はい、ハムシさんご応募ありがとうございます。男の子の顔がかっこよくならないということで気にされているんですが、僕はですね、正直バランスの面ではそんなに気になりませんでした。むしろこの絵柄ではバランスのいいかっこよさ、可愛さになっていると思うので、僕はね、ちょうどいい感じのデフォルメだなと思いました。ただね、僕が気になったのはデフォルメのバランスではなくて、色、特に明暗差のバランスです。明暗差がですね、きっちりついていないおかげで印象が締まらずにちょっと可愛い寄りの絵に見えてしまっているという問題があるように思います。バランスを変えないで色だけでそんなに印象って変わるのって不思議に思うかもしれませんが、はい、めちゃめちゃ変わります。その証拠お見せしていきますね。はい、まず第1段階目の添削がこちらになります。はい、この変化ですね。人物に入る前にですね、僕がちょっと気になったところはここです。このアジサイの部分ですね。このイラストかなり全体的に明るいトーンで描かれているので印象は明るくていいんですが、逆にこうちょっと締まらないというか、ぼやーっとぼやけているような印象になっているのがたまに傷なんです。特にね、このアジサイにも明暗差をつけて、明るいところは明るく、暗いところはより暗く、トーンをね使い分けてあげるとメリハリがあって絵としてかっこいいトーンに持っていけると思います。あとですね、花の大きさについてもちょっと気になりました。最初はですね、このぐらいかなりね大きめな花を描かれていたんですが、演出としてすごく大きく描くのはありとは思うんですが、一個一個の大きさをここまで大きくしてしまうと、これはですねデフォルメ、可愛さの表現になってしまうんです。意外とですね、背景の描き方も実は人物のかっこよさ、可愛さに影響を及ぼす要素なので、そこもあって人物が必要以上に可愛く見えてしまっていたというのがありそうですね。はい、そして次に2段階目、こんな感じの変化になります。はい、この変化ですね、結構人物の印象変わりましたよね。次はね、人物の明暗差もちょっと調整しました。ここでね、人物の印象結構変わったと思います。僕がやったのは口の中の色を直したこと、そして目の色を直したこと、そして髪の毛にハイライトを入れたこと、そして体の色について影色をねちょっとねこう暗くしたことですね。はい、どうでしょう。これだけで印象が引き締まって少しねかっこいい印象に寄ったのがお分かりいただけると思います。かっこいい印象ってね、このように顔のバランスを全く直さなくても色の引き締め効果だけでもアップすることができるんです。もちろんね、目をもう少し小さくしたり顎をねこうシュッとさせることでかっこいい絵柄に寄せることはできるかもしれませんが、絵柄を変えたくないっていう場合にはこの調整だけでも十分かっこいいに振ることができるんです。それと人物の影をねこう濃くしたことにはもう一つ理由があります。それはこの画面中央のカタツムリをもっと目立たせたかったためですね。この絵の主人公はこの少年とカタツムリだと思います。この2人のね触れ合いがテーマですよね。なので一番先にそこに目がいかなければいけません。ただ添削前はですね、ほらなぜかそこに一番先に目がいきません。これは人物の明るさもアジサイの明るさも結構ね似通ってしまっているからなんですね。そうなるとカタツムリにあんまり目が行きにくくなってしまうんです。それを避けるために、はい、このようにカタツムリはしっかりと明るい面と暗い面を作ってあげて、そして対照的にこのカタツムリに触れている手の部分、服の部分、
この辺ですね。ここはカタツムリが目立つように暗くしてあげました。はい、細かいですが、この女の子が持っている傘も暗い色にしていますね。これだとちょっとカタツムリに被ってしまいますよね。はい、この方がカタツムリに目が行くようになったと思います。はい、そして最後の添削です。ドドン。はい、ちょっとね、この傘の構造についてはしっかりと全部書いたわけじゃないので、少し歪んでるかもしれませんが、大事なのはこのね、明るい部分と暗い部分、この明暗差をしっかりつけてあげて、メリハリを持たせてあげるってことです。画面にメリハリを持たせてあげるには、しっかりと明るい部分を作ることが大事なんですが、明るい部分を明るく見せるためには当たり前ですが、周りを暗くする必要があります。雰囲気のね、明るいイラストにしようとすると、どうしてもね、色を暗くするのをためらってしまうことがあるかもしれませんが、明るいトーンだけを使って絵を描いていくと、奥の人物も明るい、手前の人物も明るい、手前の背景も明るい、奥の背景も明るいっていう風に、全部が全部同じトーンになってしまって、ちょっとね、こうメリハリがなくなってしまうことがあるんですね。それを避けるためには、手前と奥とで意識的にトーンを違えてあげる。例えばですね、背景以外にも僕はちょっとだけ人物のトーンを調整しています。実は。はい、気づいた人いるでしょうか。2箇所調整していますよ。はい、わかりやすいのは、ほら、この女の子の顔に注目してください。ここが若干暗くなってますよね。この女の子の影の部分を少し暗くすることによって、手前の男の子よりも後ろにいるよということを視覚的に分かりやすくしています。で、もう一点はすっごい微妙なんですが、はい、この奥の男の子のこの全体的な色をですね、少し青みに寄せています。髪色を見るとわかるかな。ほら、赤みがかった色、そして青みがかった髪色に変化しているのがお分かりいただけると思います。こうすることによって奥の人物に空気遠近がかかって背景にね、馴染みます。はい、背景に馴染むってことは遠くにいることを表現できるんですね。それによって画面の単調さ、平面的な印象を払拭することができるんです。ほら、改めてビフォーアフターに比べてみてください。僕はね、人物のバランス全く変えていませんが、なんか可愛い印象からかっこいい印象に少しだけシフトしたのがお分かりいただけると思います。はい、ぜひね、印象をコントロールするには今紹介した明暗差のバランス、ここがねすごく大事なポイントなので意識してみてください。はい、次の作品に行きます。ルンチャル・アウンウェクライさんの作品です。コメントいただいております。映画のワンシーンのような雰囲気を出したいのですが、構図や赤の使い方にもっと工夫が必要でしょうか。顔の表情とポーズに説得力はあるでしょうか。ボスとしての威厳が伝わるか気になります。キャラクター以外の要素、葉巻、光が物語にしっかりと貢献できているのかアドバイスが欲しいですとのことです。はい、ものすごくかっこいいです。本人もおっしゃっていますが、ハードボイルドアクション映画のワンシーンのようなイラストですよね。はい、とてもかっこいいです。こういう小物をね、ちゃんと物語に貢献できていると思うので、そこはね、気にされなくてもいいかもしれません。あとはボスとしての威厳が伝わっているのか気にされているようですが、これもね、しっかりと伝わってきていますね。表現したいことが明確になっていて、見ている人が一発で共感できるような絵作りがすでにできていると思いました。もうすでにですね、完成形に近い作品なので、僕からお伝えできるところは少ないんですが、2点ほど伝えられることがあるかなと思いましたので、その部分についてしっかりとお伝えしていきますね。はい、まず1つ目なんですが、1段階目の添削、このようにさせていただきました。はい、こんな感じですね。これはですね、好みにはよるんですが、もし取り入れたくなければ無視してもいい部分です。あえて全体の光を赤に統一しちゃってもいいかなと僕は思いました。はい、こんな感じ。この辺のね、青い光をオミットしてますね。これはなんでかっていうと、そっちの方が上の明るい光、そして下の緑色の反射光でこう対比しているのがすごく分かりやすくなるからですね。おそらくですね、添削前、ステンドグラスから差し込む光を青色で描くことによって、同時にね、このボスキャラの心の静けさも同時に描こうと思ったんですよ。多分作者さんは。周りから見たら、ものすごく残虐な行為をしているキャラなので、めちゃくちゃ恐れられているキャラクターなんだけど、でも多分本人の心の中は静けさそのもの。むしろ一種の信仰のために行為を遂行しているだけなのであって、すごくね、はい、よく見ると顔が優しい顔をしてるんですよね。このギャップこそが実はこのキャラクターの恐ろしさなんだということを、もしかしたらね、この差し込む光によって描こうとしているのは、僕みたいにね、絵をあえて深く見ようとすると伝わってくるんですが、意外とそこまで伝わらずに、なんか違う色入ってんな、なんか印象ブレちゃってんなっていう
いう違和感の方が伝わってしまう場合が多いので、その辺はですね、ちょっとご自身でね、さじ加減を調整してみてください。こうやってね、メッセージ性まで言葉で説明された後でこう見比べてみると、圧倒的に添削前の方がよく見えてしまうかもしれないんですが、実はですね、人ってパッと見でそこまでね深く見てくれないんですよね。意外と赤一色で凶暴性に振っちゃった方が悲しきかな受けが良かったりもするんですよね。はい、そして次にお伝えする最後のポイントです。それがこちら。一番目立たせたい部分は明るい色と暗い色をあえてぶつけようということなんです。特にですね、髪の毛の色とジャケットのこの辺の肩口の色が分かりやすいと思うんですが、添削前はですね、こうぬるっと徐々に色がグラデーションされていて、全体的に滑らかな印象がありました。それはそれで全然良かったんですが、凶暴性のようなインパクトを表現する場合にはもう少しコントラストを強調する部分があってもいいと思いました。ほら、こうやって見比べてみると、例えばこの肩口のあたり、こっちもそうですね、このあたり暗い色を上までこう持ってきて、この明るい色とぶつけていますよね。これによってバキッと色と色との境界をはっきり塗り分けているでしょう。メインの目立たせたい部分でこのように明暗さをつけることで、そこに視線を釘付けにすることができるので、際立たせたい部分にしっかりと印象を持ってきたい時にはこのようにコントラストを強めにしてみてください。2番目の添削は以上となります。見比べてみましょう。最初と最後、最初と最後、かなりねこう凶暴性が際立ってイメージがはっきりしたのがお分かりいただけると思います。そして次の作品なんですが、ちょっとねこう上手すぎて添削できなかった作品を紹介しますね。こちらの作品ですね。うまいです。ペンネーム猫すぎた猫さんの作品です。斉藤直樹先生はじめまして。いつも楽しく動画を拝見させていただいております。今回制作したイラストなんですが、戦争によって汚染された都市で都市の様子を調査しに来た防衛服を着た調査員の一人が一輪の花に目をつけて、この地はまだ生きようとしているんだという希望を見つけているといったストーリーで制作しました。気になっている点は正直自分でもわからないのです。しかしまだ見栄えがする絵にできるような気がします。どうしたらいい絵になるかご教授いただけると幸いです、ということなんですね。もう伝えたいメッセージもしっかりと形にできていますし、演出面もとてもわかりやすい演出になっていると思います。見ている人に強い印象を与えることもできていますね。気になっている点はもう自分でもやりきっちゃって正直どうすればいいのかわからなくなっているということなんですが、もうねここから先はご本人の表現の問題だと思ってください。ちょっとね僕が口を出すことではないかなと正直思いました。なのでね、もうぜひ悩みながらそれを探してみてください。無理やりね僕がお伝えすることもできるんですが、そうなると僕の表現になってしまうので、猫すぎた猫さんのね表現をぜひ探してみてくださいね。ここまで描ける方なので絶対に見つけられると思います。頑張ってください。応援しています。次の作品いきましょうか。次の作品はこちらです。ともきしんさんの作品ですかね。コンセプト、羊のキャラクターとオフィス空間という真逆なものを組み合わせてみました。モノクロ系で薄暗い空間にピンクを基調とした夢かわなキャラクターを置くことで異質感を強調しました。悩んでいるところは真逆な人物と空間がゆえに存在している感が薄れて、キャラクターが切り張りされているように感じます。空気感の作り方に悩んでいますとのことなんですが、キャラクターもねとても可愛く描けていますし、シチュエーションも面白いですよね。羊の女の子、多分悪魔だと思うんですが、悪魔の女の子が手を振りかざしている先にはきっとこの悪魔と契約を交わした人なんでしょうね。うっすら目を開けてちょっとねこう蘇りの瞬間のようにも見えます。面白いイラストですね。ただねご本人も気にされていますが、ちょっとキャラクターと背景が切り張りしたような雰囲気になってしまっているのは確かにそうだと思います。そこを添削していきましょう。僕はまずこうしました。ドン。どうでしょう。一気にこう馴染んだような感じになったと思うんですが、これ何をしたと思いますか？これはですね、この光の色を設定したんです。添削前もですね、実はよく見るとここ白に見えますが、この髪色のこの一番明るい部分、ここね青なんですね。ここね月明かりの青系統の色が入っていたんですが、この月明かりが
少し面積としては少なすぎたので、窓から入ってくるような光とか、そこからオフィス内部に差し込んでくる光とかも青系統で若干書き込みを足してみました。あとね、光だけじゃなくてものすごく細かいんですが、このオフィス用品の影の部分ですね、この辺の色も青系統に若干寄せています。このように光の色を設定することで切ったり貼ったりした感じをなくして絵に統一感を持たせることができると思います。はい、そして次にしたのはこちらです。はい、どうも。はい、これはね、まあ分かりやすいですよね。まつげをもっと長くして濃くはっきりと描いてあげました。まあ人によっては前の状態だとね、あれなんでこんな枠の切り取り方をしているんだろうでね、ちょっとこう謎に思ってしまう人がいるかもしれないので、まつげはねこのぐらいはっきりと描いた方が分かりやすいと思います。あ、目なんだなって一発で分かりますよね。あとはですね、その他の部分で言うと、この手もですねぐぐっと近くに寄せているので、もうちょっと影色を濃くした方がこのね人物とのコントラストさが生まれますので、キャラクターに目が行くようになると思います。あとすっごく細かいんですが、この目の裏の色もですね、ここもね実は変えております。はい、よく見るとわかるでしょうか。これとこれ、これとこれ、ほら目の裏の色もですね、背景の青系統の光に寄せていますよね。はい、じっくり見るとわかると思います。これによっても統一感が生まれましたよね。はい、そして最後の最後、こちらです。ドン。はい、おそらくねこの悪魔、多分何かの特殊能力を使って倒れている何かを目覚めさせていると思うので、特殊能力使ってるよっていうことを分かりやすくしてあげた方が、絵としてね一発で分かりやすいですし、見栄えもねぐぐっと上がると思います。はい、具体的には目を光らせたこと、そして持っている魔導書を怪しく光らせるですね。もうちょっとねこう分厚くしたり古めかしい本のデザインにした方がそれっぽいっていうのがあると思うんですが、そこはねご本人の好き好きだと思うので、今の話を聞いてね、あ、そうしてみたいって思ったらぜひチャレンジしてみてください。はい、こちらも最初と最後見比べてみましょう。はい、こんな感じ、いかがでしょうか。かなりね雰囲気は変わったと思いますね。ちょっとした色の違いでガラッと印象変わるでしょ。はい、面白いですよね。さあ、そして次が最後の作品なんですが、はい、こちらです。ペンネームしゆさんの作品です。コンセプト、可愛い小さい女の子が救いの手を差し伸べている様子です。困っているところ、骨格とパースが分からずお尻が沈んだままの状態になっていたり、色にもっと強弱をつけたいんですが、どんなことに気をつければいいのか、どのようにブラッシュアップするのが正解なのか教えていただきたいです、とのことです。はい、正解っていうわけではないんですが、頑張ってお伝えしていきます。はい、手前に手を差し伸べている天使の女の子のイラストですね。優しげな表情なんですが、なんかこう裏があるようなちょっと怖い雰囲気なのが面白いですよね。はい、で今回ね、全くの偶然なんですが、最初にもお伝えしました、全ての絵において色の強弱、そして明暗の強弱が今回の添削のテーマになっています。作者のしゆさんもコメントでおっしゃっていますが、色にもっと強弱をつけたいんだけどどうすればいいのかわからないっていう感じなんですね。はい、そこについてポイントをお伝えしていきます。ポイントはこちらのイラストの2点です。まず最初なんですが、色の強弱をつけるコツとして前後感、手前にあるものと奥にあるもので前後感をつけるために色の強弱をつけるっていうのが基本の考え方なんですね。はい、だからそもそも手前と奥に物がないと、そもそも論としてね色の強弱ってつけにくいんですね。例えばこの女の子の座っている椅子なんですが、はい、こんな風にですね手前に手すりとかがあった方が手前と奥とで色の差をつけられますので、ない場合にはねこんな風に書き足しちゃってもいいかもしれません。そうすることで手前にあるものをコントラスト強めに、そして奥にあるものをコントラスト弱めにっていう感じでね、明暗差をはっきりつけることができると思います。これによって奥行きが表現できますね。あとはこの背景の背もたれなんですが、見比べてみるとわかると思います。はい、このようにですね若干上に向かってすぼまっていくように3点通しのパースをかけました。これによってこう背景が見えている部分がこんな風に狭くても少しでも背景を広く見せることができると思います。背景がね狭い時ほどパースをつけてみてください。画面のね狭さが一新できると思います。ほら見比べてみると背景がなんか広くなったような感じするでしょね。不思議ですよね。それとねこれも最初に気づいた人もいると思いますが、全体的にですねちょっとこう
グレー味がかっていて色がちょっと地味だったので、背景に鮮やかな青を付け加えてみました。このようにねちょっとこう派手な演出をしてあげても見栄えがアップするかもしれません。ここはね好みなんですが、気に入ったら取り入れてみてください。はい、そして最後はこちらですね。はい、どうも。はい、印象が変わりましたが、これ何をやったのかお分かりいただけますでしょうか。はい、本日最初の添削では3人人物がいて3人それぞれトーンを使い分けるという話をしましたが、人物が1人の場合でもそれは同じです。画面中央と端っこの色、この色の明るさのトーンが全部同じだとベターっとねマットな印象になってしまって、少しねこう平面的に見えてしまうっていう場合があります。なのでこのように中央はより明るく、そして端っこに行くに従って濃くという風に調整をしてあげると、中央に視線が集まってより見栄えがするおっと思うねイラストにすることができるんです。はい、細かいですが頭に乗っている輪っかもですね、このようにもっとはっきりと光らせても印象的になるかもしれません。はい、最初と最後見比べてみましょう。この変化です。キャラクターは全く書き換えておりませんが、印象がはっきりと立体的に変化したのがお分かりいただけると思います。はい、ということで今回は4点の作品を一気に添削させていただきました。いかがだったでしょうか。それと今回は最後の添削で3点通しのパースかけますとかってね、しれっと専門用語を使っちゃったんですが、何それどうすんのって分かんなかった人もいるかもしれません。はい、大丈夫です。安心してください。こちらの動画完全解説、イラストのパースこれができればプロですをご覧いただければ、パースの基礎的なほとんど全てを一気に吸収していただけると思います。ぜひ参考にしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか。気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。これいいでしょう。